皆さんご機嫌うるわしゅう。魚探は癖が強いんじゃ。ってことで、その癖を抑えればより一層魚探の見方の理解が深まりますんで、今回はその癖の説明動画でございます。ちなみに 2D 魚探の話です。ライブスコープとかは知りません。ライブにスコープされるんじゃん。魚探の振動子から円錐状に音波が発射されて、戻ってきた音波の時間や強さを映像として画面に映し出すってのが魚探の仕組み。となるとですよ、例えばその円錐の中で異なる水深があるって場合は、どのように画面に映し出されるんだってなりますわな。答えは一番早く戻ってきた情報のみを表示する。一番早く戻ってくる、つまり一番距離が短い、つまり一番浅い水深ってことになります。なので魚探に映し出された水深が3メートルだからって3メートルを釣ってるつもりでも、実際は6メートルを釣ってるってことも起こりうるってわけ。もしブラジルまで続いている穴が開いていてもわからないってこと。永遠にルアーがホールしていきます。なのでキャストする場所は実際何メートルなのかを固定の傾斜角などを踏まえて考える必要があります。ってことで、音波が発射される円錐の円の大きさがどのぐらいで、一体どのくらいの範囲の情報を拾ってきているのかを知っておく必要があります。これは周波数ごとに決まっていて、どのメーカーの魚探でもだいたい 200kHz が視光角約20度、400kHz が約10度となってます。で、計算すると水深5メートルで 200kHz が半径約 0.88 メートルの円、400kHz が半径約 0.43 メートルの円となります。だから例えば水深5メートルを流してて 200kHz の映像に岩が映ったとしたら、ざっくり1メートルの範囲内に岩があるってこと。そのまま直進して 400kHz の映像に岩が出てこなければ、この範囲内に岩があるってことになります。発射スピードってのは音波を発射する間隔のこと。こちらはボートのスピードとのバランスが重要。例えば発射スピードを遅くしているのにボートを最高速で動かせば、物が大雑把に映し出されるし、逆に発射スピードを速くしているのにボートを低速で動かせば、物が間延びして映し出されるってこと。普段はそんなに気にしなくても大丈夫ですが、がっつり魚探がけするぞってな時には調整してみてください。これはレンジの設定で変わります。レンジ5メートルに固定すると5メートルに届く音波の強さになり、10メートルに固定すると10メートルに届く音波の強さになります。つまり深く設定した方が音波の力が強くなるってこと。で、この設定を実際の水深の2から3倍に設定します。つまり水深5メートルなら設定は10メートルから15メートルにします。そうするとどうなるかというと、必要以上に強い音波が固定にぶつかり、もし固定が硬いと2次反射、3次反射として映像に映し出されるという仕組み。つまりハードボトムが探しやすいってこと。
バスたちハードボトム好きだからね。